こんにちは。埼玉の片隅から釣り人の片隅さんです。今回は川島町秋の用水路での小物釣りの様子をまとめてお届けしたいと思います。自分は現在病気で釣りに行くことができませんので、過去の動画をまとめてそれを見ながら喋っていると、そういったスタイルですね。で、埼玉県の川島町といいますと、小物釣りの聖地などという呼ばれ方をしたりします。行ってみると分かりますけど、田んぼが多くて、たくさんの用水路が、張り巡らされているという、そんなような感じで、いろんなところで小物釣りを楽しむことができる、そういう環境がありますね。ここはとても人気のある釣り場で、公園の横の用水路で、自分が今このように釣りをしてますけど、多くの方がこの場所でですね、椅子を置いて、そして腰掛けて釣りをされていることが多いですが、自分はしゃがむスタイルで釣りをしてます。お散歩の方も結構いらっしゃいましてですね、お声をおかけいただくことが何度もありました。この動画の現在も、おじさんにお声をかけていただきましてですね、守備よく釣り上げていいところを見せられればいいんですけど、残念、釣れませんでした。おじさんはそのまま去っていきました。で、実はですね、今こうやって移動してきましたが、自分はあそこのコーナーの部分、丁字路の部分よりもこの辺の直線の方が、釣果が上がっている好きなポイントなんですよね。で、このような形で左から右へゆっくり水が流れている。稲が実って、黄金色、空も高い秋ですね。おっと、早速釣れました。これはフナですね。水深はそんなに深くありません。使っているのはタナゴ仕掛け、市販のものですね。クックッと引き込まれましてかかりました。釣れたのはクチボソ、セイタカアワダチソウ。これがですね、侵略的外来種ワースト100に選ばれてるんですよね。そういった草も増えてます。この日の釣果はこんな感じでした。小物釣り、秋はもういるところにはたくさんの魚がいるので、どんどん釣れるんですよ。だから短時間でとても楽しめますね。近所にはこのようなコスモス畑があって、これ今もやってるのかな。この時は2022年ですかね。稲穂が風に揺れてます。そんな風景を見るのもまた心が癒されるというか、穏やかになるというか、そんな感じがしますね。空が高い田舎道という感じがします。場所が変わって、ここ水面よく見ると小さな魚が泳いでますね。これはメダカでしょうね。さあ、釣りを始めてます。水面にアメンボが何匹か行ったり来たりという感じで、アメンボがね、割と浮きに絡んできたりするんですよね。あ、今来ました。ちょっと引っ張ってますね。かかりません。こういった鳥なども随分釣り場では見ますね。さあ、仕掛けを投入。クッともういきなり浮きを引っ張ってます。この大きく浮きを引っ張る動き、クチボソでしょうねっていう感じがします。
釣れました。さあどうでしょうか。やはり口細ですね。口細はかなりその浮きを引っ張るアクションが大きくて、当たりが大きくて、見ていても楽しいんですよね。それがただなかなかかからないこともあったりしてもどかしくなったりとか、これも口細ですね。船も釣れました。船が釣れてるところが映っていない、この日の釣果ですね。そして川島町といえばイチジクの産地としても結構県内では知られていますね。エノコログサですね。猫じゃらしなんて言って、赤とんぼ、空が高い、秋ですね。秋の釣り皆さん楽しんでますか？稲穂がだんだん実って神戸を垂れて、日が変わりまして釣り場も変わる。梅雨草、卵グルテン、餌は卵グルテンを使うことがかなり多いです。少量を使うのにとても便利なんですよ。そしてこの浮き 1.8 メートルほどの竿で、使う仕掛けにはだいたいこの浮き使ってます。これはネットオークションヤフオクで買ったんですよね。4個セットで売ってました。で色違いで4個入ってましてね、微妙に大きさが違うんですよね。でそのうちこの緑が一番小さい、一番軽いので感度がいいということで、これを好んで使ってましたね。はい、釣れました。これは口細ですね。口細もなんとなく場所によってちょっと見え方が違うというか、体の横のラインがくっきりと黒いのが目立つのがいたり、そうでもないのがいたり、黄色っぽいのがいたりと、結構いろいろ感じ方が違うというかね、そういうのがありますね。トンボが仕掛けに絡んできましたけれども、釣れたのは小ブナです。小さい口細中心の釣りなどもとても楽しいんですけど、こうやって時々違う魚、フナなどが混ざるとよりその楽しみが広がると思います。釣りのアクセントになるというかね。で小さい魚狙いの時はこうやって、餌を針先に引っ掛けるようにすると魚が食いやすい、吸い込みやすくなって針にかかりやすいっていう感じなんですよね。でも魚が多いと餌に猛アタックしてきますので、すぐ餌が落ちてしまう。だから自分は結構小さく丸めて固く餌をつけたりすることも多いです。さあかかりました。もうほんとね、この時期というか春先以降ですね、魚がいれば入れ食いになることが多いんですよね。だからほんと短時間で楽しい思いができます。また釣れました。だから近所の用水路、川でもいいですよね。短時間ちょっと楽しむ、そういったのにとても向いていると思いますね。大きな釣りになるとやっぱり仕掛けも大掛かりで、なかなかその腰が重くなってしまう、なかなか楽しめないっていうこともあると思いますけど、小物釣りは小回りが利くというかね、このポイントダメだったらちょっと違うところへ行ってまた釣ろうとか、そういったこともできますね。釣れたのは口細と小ブナが1匹、とても楽しい釣りになってます。こうやって釣れた魚を眺めてると、楽しかったなっていうのがまたより実感できたりしますね。で
結構このケースの端っこに集まってきたりしてね。釣り終わったらリリースです。このチャンネルでは基本的に釣れた魚はみんなリリースですね。空が高い。萩の花。萩の花といえばどうしても思い出してしまうんですよ。横溝正史の獄門島、金田一耕助が出てくる、超有名なお話ですね。一つ家に遊女も寝たり、萩と月ですね。これを思い出してしまう片隅さんです。もう横溝正史の大ファンなのでね、ここはまた場所が変わりました。先ほどの場所の後、ここへ行ったんです。また同じ川島町の用水路ですけどね、使う仕掛けも同じ、餌も同じ、そして暗渠の脇を狙うのも同じ。ここは仕掛けを投入してから暗渠の方へゆっくりと浮きが流れていく、そんな場所です。で、この時は2023年なんですけど、2022年当時何度もこの周辺の水路に釣りに行ってますけど、自分が釣ったのはタモロコとクチボソだけで、近くで釣りをされていた方がちょっと大きめのフナを釣ったのを見ました。で、その辺の魚がいるのかなと思いきや、2023年この年の春、初夏ですか、釣りに行った時に違う魚が釣れたんですよ。で、ちょっと驚きましたね。もうタモロコ、クチボソ、そして時々フナなのかなと思ってたんですけどね。はい、釣れました。これは何でしょうか。タモロコですね。小さいタモロコが釣れました。こういう小さい魚を釣るのも楽しいもんですよ。皆さんもね、もし小物釣りやってみたいなと思われる方は本当に気軽にできますし、今まで大物しか釣ってなかったなという方も案外楽しめるもんだと思いますね。はい、ここで釣れました。スゴモロコです。この魚はとても分布が増えていると思いますね。分布が広がっていると思いますね。神戸を垂れる稲穂、こうやって浮きがゆっくり流れていくのを眺めている。それもとても心が穏やかになりますね。また釣れました。これは何でしょうか。タモロコですね。もう日に輝いてとても綺麗ですね。銀色の、鱗が光ってます。とにかく川島町は水路がたくさんありますので、いろんなところで釣りが楽しめると。今日ここで釣ってダメだったけど、じゃあ次は別の水路へ行ってみようかなとか、午前中ここでダメだったけど隣で釣ろうかなとか、またはですね、午前中たくさんここで釣れちゃったけど新しいところでまた釣りをしてみたいなとか、そういう気持ちをですね、もう気軽に、満たしてくれるような地域ですね。ちなみに皆さんはどのような釣り場で釣りをされてるんでしょうかね。川島町に限らず、ここでこういうのを釣れたよとか、そういうお話もしいただければ、コメントに書いていただければ嬉しいですね。と、ここでこの日一番大きな魚が釣れました。なんとこれ追い川なんですよね。これも自分は2023年になって初めて釣った魚。なかなかいい追い川が釣れましたね。こういうのが混ざって釣れてくると本当釣りが楽しくなります。もう小さい
口細とかタモロコとか、それがどんどん釣れるだけでも楽しいのに、さらに楽しくなるんですよ。だからほんとね、釣りって楽しいですね。また釣れました。これは何でしょうかね。これもタモロコですね。で、以前はこうやって半袖でもう真っ黒に日焼けして釣りをしてたんですけど、病気になってしまって紫外線が結構大敵なのでね、今後釣りに行けるようになっても、もう長袖で、紫外線対策バッチリで、釣りをしなければいけなくなってしまうんですけれどもね、それでもまた釣りができたら楽しいだろうなと思いながら、この動画見ながら思い出してですね、そんなことを思いながら喋ってますね。今日の釣果はこのような感じです。もうほんと短時間で釣れるんですよね。自分だいたい釣り場の滞在時間が長くても1時間半、動画撮影している撮れ高が平均で1時間程度なので、準備とかそういうのも含めてですね、撮影している時間自体が1時間程度とかなので、それでもこのぐらい釣れてとても楽しめましたね。で、高いところで釣りをした場合はいきなりジャバーンと水面に魚を投げないで、こうやってバケツに入れて水面へ下ろす。その紐がですね、ロープが絡まりがちだけど、これほどくのがちょっと面倒でね、ついそのまま使ったりしています。ということで今回の動画はここまでになりますね。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でもいろいろ喋りますので、ご期待ください。